キングノートの163ページ、スパゲッティミートソースを作っていきたいと思います。玉ねぎをまずみじん切りいたします。人参もみじん切りにします。今日倍の量を作っていきますね。ですからもしクッキングノートのレシピ通りでしたらこの半分の量に全部なります。しいたけも切ります。しかし私の作るミートスパゲッティはこんな複雑じゃないんですね。もっとシンプルに作ってます。それはまたいずれご紹介いたします。このチャンネルは昭和の日本の洒落た家庭料理を再現するというコンセプトのもとに作られていますので、めんどくさくても時間をかけてもやっていきたいと思います。にんにくもみじん切りにします。お湯がそろそろ沸いてきましたので、麺を入れる鍋にお塩を入れておきます。スパゲッティの麺を入れていきます。なるべく同時に入れますね。そこにくっつかないように最初少し混ぜます。では深手のフライパンか鍋に火をつけます。油を敷いてにんにくを入れます。人参も入れます。玉ねぎ入れます。しいたけも入れます。肉を入れます。意外と昔のレシピにしては肉の量多いですね。缶とかレトルトで売られている市販のミートソースは肉の量が少なくて、私いつも怒って肉と玉ねぎ追加して作ってました。なんてタンパク質の量が少ないんだろうって。でもこのレシピは肉割と昔にしては多いですね。びっくりしました。これなら満足できそうです。今日のこのスパゲッティの麺は私初めて使うブランドなので、どれぐらい茹でていいのか確かめながら茹でます。はい、ここに砂糖、塩、胡椒、ナツメグ、はい、麺の方いいですね。アルデンテ、髪の毛1本分芯が残っている程度で火を止めます。で麺にサラダオイルをかけておきます。麺ですね。私ちょっと順番間違えましたけど、まあいいでしょう。小麦粉をこの中入れて混ぜときます。さっきの調味料の前にこの小麦粉でしたね。まあ多少これは大丈夫です。赤ワイン、みりん醤油ですけども、みりんがなかなか高価なので白ワインと醤油を半々で混ぜ合わせたのを入れます。トマトピューレ、
この時代にはトマトピューレあったんですね。チキンのマレンゴ風の時にはトマトピューレがないのかと思ってましたけども、レシピを作ったその年代が多少違うのかもしれません。何しろクッキングノートは15年間の料理学校を経営しているその中で生まれたレシピを総括してまとめたものですので、多少15年の時代の開きがあります。昭和31年から昭和46年までのレシピがクッキングノートにはまとめられています。はい、ここにスープストックを入れます。鍋いっぱいいっぱいなのでこぼれそうですね。はい、このまま15分間煮込みます。はい、15分経ちましたけども、もう少し水分飛ばしたいと思いますね。麺を炒めてる間、弱火で火にかけておきましょう。こちらに鍋を移して弱火をつけます。バターを敷いて、クッキングノートのレシピの倍の量なので1キロ、すごい量です。塩、胡椒で薄く味をつけときます。すいません、かよさん、これ真似してます。パクらせていただきました。私の友達でかよさんという料理の得意な主婦の方がおられるんですけども、その方も料理動画もう一度の上げてます。とってもお料理が上手なんですね。はい、こんなところでお皿に盛り付けていきたいと思います。もうボリューム満点に次ぎますね。ミートソースをかけます。グリーンピースを散らして粉チーズをかけてスパゲッティミートソースの完成です。このクッキングノートのスパゲッティミートソース、懐かしい喫茶店の味がしました。当時はスパゲッティといえばミートソースが定番でした。お肉たっぷりのスパゲッティミートソースは育ち盛りのお子様にとても良い食事だと思います。スパゲッティはこれで2品目ですが、またクッキングノートのレシピ以外のいろいろな種類のスパゲッティをご紹介していきたいと思います。さて、ここで皆様にお聞きしたいことがあります。このチャンネルで魚料理もご紹介していきたいのですが、生きた魚をさばいて料理することについて皆様はどう思われますでしょうか。日本では普通に行われていることで、食べるためなら牛や鶏と同じ誰も何とも思わないのでしょうけれども、このチャンネルは世界中の方が見られています。残酷だからやめてほしいという方もおられますでしょうか。いや、魚のさばき方を知りたいから見せてほしいと思われますでしょうか。ご意見がございましたら、この動画のコメントに入れていただければ幸いです。多数決ではなく、皆様の意見を参考にしながらそのシーンを動画に入れるかどうか、最終的には私が決めたいと思います。では、よろしくお願いいたします。Nos vemos! チャオチャオ!